ついてないな。私って本当に運がない。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。このチャンネルでは特定の登場人物になりきって読書を進める独自のスタイルでお届けしています。そのキャラクターの視点から本を読む目的を考え、その目的に合った本を選びます。そしてその本の3つのポイントに絞って解説し、登場人物が直面している問題を一緒に解決していきます。なりきり読書の魅力は、ただ本を読むのではなく、キャラクターの視点に立つことで共感力や問題解決力が深まる点なんです。そしてこの動画によって鍛えられた共感力や問題解決力は、友人との付き合い、職場での人間関係、家族とのコミュニケーション、さらにはリーダーとしてのスキルにも活かせるんです。今回の登場人物はこちら、あきこさん28歳です。あきこさんは最近彼氏と喧嘩ばかりしてるんですよ。また仕事では上司に怒られてストレスが溜まってるんですよね。体調が優れなかったり寝不足だったりといった悪いことが続いていて、他の人に比べて私はどうしてこんなに運がないんだろうって思ってるんです。そこで今回は本を読む目的を運のいい人間になりたいに設定しました。皆さんもあきこさんになりきって一緒に考えてみてください。今回ご紹介するのは脳科学者の中野信子さんが書いた科学が突き止めた運のいい人です。エレガントや毒の吐き方や頭のいい人がやっていることを一冊にまとめてみたなどはベストセラーになっています。中野信子さんは東京大学を卒業されているので、もちろん超優秀な方なんですが、この方からは出てこなそうな運というフレーズが気になり、こういう頭の人でも運とかいう言葉使うんだと思ってこの本を取ってしまいました。読んでみるとめちゃくちゃためになることが書いてあるので紹介していきますね。この本では幸運や不運がどのように私たちにやってくるのか、そしてそれをどうやって自分の力でうまく活かすかについて教えてくれるんですよ。著者は幸運はみんなに平等にやってくるものだと考えていて、その幸運をうまくキャッチできるのは私たちの行動や考え方次第だと言ってるんです。例えば運のいい人たちは共通して自分を大切にし、周りの人と仲良くしながら一緒に生きようとしてるんだそうです。このような心がけが幸運を引き寄せるためにとても大切なんですと著者は言ってるんですよね。だからただ運を待つのではなく、運がいい人たちが実践しているように前向きな気持ちで物事に取り組んだり、自分や周りの人を大切にすることで幸運を引き寄せることができるとこの本は伝えてるんです。特に印象に残ったのは、運は誰にでも平等にやってくるというところです。これはいいことやチャンスが特別な人だけに起こるわけではないという意味なんです。みんなに平等に運をやってきますが、どうやってその運を受け取るかが重要ということなんです。例えば運がいい人たちはちょっとしたチャンスを逃さずにすぐに行動を起こすんです。また運が悪い時期があっても、これは一時的なものだから大丈夫と前向きに考えるんです。そうすることで次に来るいいことにも備えることができるんです。運がいい時も悪い時も前向きに頑張ることが運をうまく生かす秘訣だというのが著者の伝えたいメッセージなんです。それではこの本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物のあきこさんの悩みに当てはめていき、どのようにしたらあきこさんの悩みが解決し目的を達成できるのかということを説明していきたいと思います。1つ目のポイントは、運がいい人は他人を思いやるです。著者は運は誰にでも平等にやってくるとおっしゃっていますが、運がいい人たちはその運をつかむために自分だけでなく他の人のことを大切にして思いやりを持って接してるんですよね。例えば友達が困っている時に手を差し伸べたり、周りの人に感謝の気持ちを示したりすることが結果として自分にもいい運を引き寄せることにつながるんです。運がいい人たちは他人との関係を大切にして、その結果として自分にもいいことが返ってくると信じて行動してるんですよね。つまり他人の人に対して親切で思いやりのある態度を持つことが自分の運を引き寄せる鍵であると著者は伝えたいんですよね。それではあきこさんの立場になって考えてみましょう。まず彼氏との喧嘩についてです。喧嘩が増えていると感じるなら、少し相手の気持ちに寄り添ってみることが大事だと思います。どうして相手が怒っているのか、どうすればもっと仲良くできるのかを考えたり、時には感謝の気持ちを伝えてみることでお互いの関係が良くなるはずです。次に仕事で上司に怒られていることについてですが、これは
上司が何を期待しているかを少し考えてみるといいですよね。上司が求めていることを理解して、その期待に応えるように頑張ってみると、職場でのストレスが少し減るかもしれません。また、上司とストレスなくお仕事をするためには、心の知能指数、いわゆる EQ っていうものが高い方がいいんですけど、こちらについてはこの動画に詳しく説明しているので、もし具体的な解決方法を知りたい場合は見てみてくださいね。そして、運が悪いと感じることですが、ここが一番大切なポイントです。運が悪いと感じるときこそ、まずは周りの人に優しくすることが重要なんです。誰かを手伝ったり、感謝の気持ちを言葉で伝えたりという小さな親切が自分にもいい運を引き寄せる力になるはずです。つまり他人を思いやることが自分の運を引き寄せる鍵なんですよね。そうすれば、あきこさんももっと少しずつ悩みが解決して運が良くなってくるはずです。2つ目のポイントは、自分を大切にし流されないことです。著者は、幸せな人たちは自分に正直に生きているとおっしゃっております。この本では自己一致という概念が出てくるんですが、これは理想の自分と今の自分が一致している状態を指すんですよね。著者は自分の価値観を大切にし、他人の意見や社会の常識に流されることなく、自分らしく生きることが幸運を引き寄せるための大切な要素だと説明しているんです。ですから、私たちも自分にとって大事なことや好きなことを見つけ、それを守りながら生きることでもっと幸せに近づけるというわけです。それでは、あきこさんの立場になって考えてみましょう。最近、あきこさんは彼氏と喧嘩ばかりしていて、仕事では上司に怒られてストレスが溜まってるんですよね。まず考えたいのは、彼女が自分の価値観を大切にできているかということなんです。彼氏との喧嘩が続いているのは、もしかしたら自分が本当に望んでいることや感じていることをうまく伝えられていないのかもしれません。彼氏に自分の気持ちを素直に話すことが関係を良くする第一歩になるんじゃないでしょうか。次に、仕事でのストレスについても同じです。上司に怒られてばかりだと、どんどん自分を見失いがちになりますが、ここで大切なのは自分の価値観を忘れないことです。周りの期待やプレッシャーに押し流されるのではなく、自分が本当に大事だと思うことを守りながら仕事に向き合うと、ストレスが軽くなるかもしれません。要するに、他人の意見に流されず、自分の好きなことや大事なことを守って生きることが運を良くする鍵なんです。だから、あきこさんもまずは自分がどう感じているのか、何を大切にしたいのかをしっかり見つめて、その気持ちを大切にすることでもっと運が良くなって幸せに近づくはずです。3つ目のポイントは、チャレンジすることが幸運を呼ぶです。著者は、運がいい人たちは新しいことに挑戦することを恐れないとおっしゃっております。たとえ根拠がなくても、自分は運がいいと信じることが大切だと言ってるんですよね。そうやって自信を持って新しいことに取り組むと、次々といいことが起こるんだと著者は語っております。失敗することもありますが、運がいい人たちはその失敗から学び、次の成功に生かしているんですよね。なので、失敗をしてもそれをネガティブに捉えず、これは成功へのステップだと前向きに考えることが、より良い運を引き寄せる秘訣だと著者は言ってるんですよね。それでは、あきこさんの立場になって考えてみましょう。あきこさんの場合、彼氏と喧嘩ばかりしていることや、仕事で上司に怒られてストレスが溜まってるんですよね。そんな状況でも、恐れず新しい行動をとってみることが大切なんです。例えば、彼氏との関係では、これまでとは違う方法で話し合ってみるとか、自分から歩み寄ってみるというチャレンジをしてみるのも一つの方法だと思います。仕事でも同じです。上司に怒られていることが続いているなら、何か新しいやり方で仕事に向き合ってみるチャレンジをしてみるのもいいかもしれません。失敗することもあるかもしれませんが、それは悪いことじゃないんです。運がいい人たちは失敗から学んで次に生かすことでもっと大きな成功を手にしてるんですよね。だから失敗しても、これは成功へのステップだと前向きに捉えることが運を引き寄せる秘訣なんです。あきこさんが自分の状況を変えたいと思うなら、まずは新しいことに挑戦する勇気を持ってみましょう。自分は運が良いと信じて行動を起こすことで、少しずつ周りにいい変化が起こるはずです。それでは最後にまとめとして、あきこさんの悩みをどのように解決していけるかを振り返っていきましょう。まず一つ目は、他人を思いやることです。彼氏との喧嘩が続いている時こそ、相手の気持ちに寄り添い、感謝の気持ちを伝えることが大切なんです。そうすることで彼氏との関係も少しずつ改善していけるはずです。
運がいい人たちは他人を大切にし、思いやりを持つことでいい運を引き寄せてるんです。2つ目のポイントは自分を大切にし、流されないことです。あきこさんが仕事で上司に怒られてストレスを感じているなら、自分の価値観を忘れずに、周りの意見に流されないことが大切です。自分が本当に大事だと思うことを守りながら行動することで、ストレスを減らすことができ、仕事のプレッシャーに押しつぶされることも少なくなるはずです。3つ目のポイントは新しいことにチャレンジすることです。あきこさんが今の状況を変えたいと思うなら、まずは勇気を持って新しい行動を起こすことが大切です。失敗を恐れず、これは成功へのステップだと前向きに考えることで、運を引き寄せ、良い変化を手に入れることができるんです。まとめると、彼氏との関係も仕事のストレスも、そして運が悪いと感じる状況も、他人を思いやり、自分の価値観を大切にし、新しいチャレンジを恐れないことで解決に向かうはずです。これら3つのポイントを意識して行動することで、少しずつ運が良くなり、幸せな方向に進んでいくはずです。あきこさん、応援してますね。なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか。あきこさんになりきったことで、共感力や問題解決力が深まったと思います。これらの力は友人との付き合い、職場での人間関係、家族とのコミュニケーション、会社のリーダーとしてのスキルにも活かせるので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、次の動画でも一緒に登場人物になりきって共感していただけると嬉しいです。それではまた会いましょう。